おはようございます。しゅんやです。新しいバンパー買いました。かみさんの希望でリアバンパーは純正品がいいっていうことだったんで、ヤフオクで中古品を買ってきました。状態はね、そんなには良くないです。やっぱ中古品なんで、傷あったりとか、へこみがあったりとか、直しは入れなきゃいけないんですけど、そこまでひどいわけでもないですよね。中古品と思えば普通っていう感じ。ちゃんとバンパー下側、純正のディフューザーもついてるし、バンパーの中に入るクッションもちゃんとついてるし、裏側こんな感じです。これね、発泡スチロールの衝撃吸収剤。これもついて、で、さらにバンパー固定するためのブラケットとか、こういうのも全部ついた状態でお値段。送料込み25,000円ぐらいでした。相場よりはね、だいぶ安く買いました。中古品で傷がついてるっていうのが多分大きいんでしょうけど、大体ね、こういう細かいパーツついてないこと多いんですよ。ブラケットとか。ただ今回はこんだけのフルセットで25,000円。傷はね、自分で直せばいいだけなんで、今回すごくいい買い物ができたと思います。とりあえずバンパー現状確認。こんな感じ。こっち側ね、なんか補修入ってるっぽいですね。塗装した感じがある。で、プラスチックのバンパーだから、やっぱ歪みとかはね、全体的に多いですね。波打った感じとか、うねうねうねってした感じもあります。ただ全体的には、状態良くもなく、悪くもなく、中古バンパーだからね、普通って感じです。ここがね、一番でかい凹みかな。これ結構凹んでるんですけど、このぐらいも全然直せるし、傷はもう全部削り落として色替えになるし、そこまで心配いらないと思います。あとね、これ。純正のディフューザー。マフラーのところがね、溶けてるんですよね。こんな感じで。溶けて、ちょっと穴開きかけ。これが原因で多分値段だいぶ安くなってたと思うんですけど、今回このディフューザーは使いません。なんかうちのかみさんね、ディフューザーこれじゃなくて社外品のやつ付けたいのがあるらしくて、だから今回これは撤去するだけ。メインで修理するのはバンパーだけですね。ということで本日の動画はこの中古のリアバンパーをきれいに修理して車に組み付けるところまで作業を進めたいと思います。それでは作業スタートです。まずは分解作業から。発泡スチロールは乗っかってるだけですね。こっち側にリインフォースメントがついて、そこにピタッとはまるような形になってるから、これは固定なしです。そしてディフューザー外します。ただこれ回んのかな一応ラスペネかけたんですけど、なんかネジ外せる気がしない。すごい錆びついてる。ギリギリね、プラスの頭残ってるんですけど、3本ぐらいがね、完全にネジの十字が潰れちゃってますね。これ外せる気がマジでしないけど、とりあえずやってみます。まだネジ山残ってるところから。回んない。あ、回った。うわいいね、いいね。サビサビすげえ。こんな状態です。とりあえず外せてよかった。ディフューザーは再使用しないからまだいいようなものの、でも外れないとそれはそれで作業めんどくさいからね。ここも緩んだ。よかった。ここもいけると思う。ダメかな。ちょっとプラスが緩いな。いけるかな。舐めるな。ダメだな。こっちがダメになっちゃうかな。バンパーだからね、炙ったりするわけにもいかないですもんね。ダメだ。舐めちゃう。そんな時にはネジザウルス。これでいけないかな。いけるかな。噛まない。頭が薄いぞ。サビで頭が丸くなりすぎちゃってる。掴むところがないです。仕方ない。削り落とすか。仕方ないんでベルトサンダーでネジの頭飛ばして外していきます。
で削った熱でも多分こうプラスチック溶けると思うんで、水かけて冷ましながら少しずつ削って作業やっていきます。取れた。やった。こんな感じで全部外していこう。これであとははまってる爪を起こしてあげればいけると思う。よし。お、来た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 。よっしゃーと、あれ。よっしゃー、取れました。これも。よし。サビサビ。あ、折れた。どうにかちゃんと外すことができました。バンパーの方はね、無傷。ちゃんと再使用可能です。ディフューザーはちょっとあれはもう使えないかもしれないけど。もともとこれですもんね。外れるわけないよね、こんなのね。続いてエンブレムも外していきます。エンブレムね、バンパーの裏側にクリップで留められてるんで、これを起こして、こんなようなクリップで止まってます。これ外して、落っこっちゃった。はい、取れました。アンフィニティ。そして RX7 も剥がしちゃいます。これね、再使用しようかなと思ったんですけど、これ X がね欠けてるんですよね。だからこれは多分再使用しないと思う。ああ、割れる。これは新しいのを買おう。よし。そしたらへこんでるとこ直していきます。ヒートガン、これで炙って柔らかくして押し出す。今裏からドライバーの柄で押しています。冷えるとね、戻ろうとするからちょっと出しすぎな感じにします。尖ったものでやるとね、ピンポイントに出っ張りすぎちゃったりするから、丸っこい角のないものでピンポイントには出さないように全体的に。そしたら一回濡れタオルで冷やして形を固定する、固める。これいい
とこまで戻ったんじゃない？結構結構出たねあ、想像よりうまくいった。もうちょっと出過ぎたかな。こっちが低い感じになっちゃったな。もうちょっとだな。この辺がまだ低いで、ここがちょっと出しすぎたかな。でも出しすぎって感じじゃないな。ここが低いんだな。この辺もうちょっと出してみます。どうだ、結構いいとこまで来たと思う。いいんじゃないですか。あ、バッチリですね。他のところも同じようにへこみ直していきます。へこみ直す映像ちゃんと撮ってあったんですけど、いまいち直っていく様子が分かりにくかったんで、静止画で見比べた方が分かりやすかったです。ビフォー、アフター。こう変化するのがパッと見で分かりますよね。もう一回、ビフォー、アフター。こんな感じです。で、他の場所も同じように、こっちはテールランプの下側ですね。ビフォー、アフター。他にもエンブレムついてた場所とかいろいろ作業やってたんですけど、その辺は割愛します。本当に変化してるのが分かりにくかった。ちなみにこのバンパー、材質はウレタンです。バンパーの裏側に刻印が入ってました。だいぶいい感じに形は整ったんではないでしょうか。べっこりへこんでたのもね、結構戻ってきたし、まだちょっとなみなみと歪みはあるんだけど、これは削って形整えます。パテ極力つけたくないんですよね。PP のバンパーだからパテつけるとね、割れたり剥がれたりあんまりいいことないから。バンパーパテあるんですけど、バンパーパテでもあんまりうまくいかないからね、これはもうひたすら削って形を作っていきます。で、補修入ってる場所ね、こっち側ですね。ここがね、補修入ってる部分。見えるかなカメラ。あ、見えるね。この辺もやもやもやってクリアの幕切れしてるような感じになってると思うんですけど、この塗られてる塗装が軟化剤入ってる柔らかい塗装なのか普通の塗装なのかもわかんないし、ここだけは全剥がし、それ以外の部分はそれなりな感じで塗装を剥がしていきます。ペーパーの番手は80番ですね。これでひたすら削っていきます。訂正、時間かかりそうだから60番でいきます。60で荒出しして、その後番手細かくしていこう。今回の作業で一番時間かかってるところがこの削り込み作業ですね。実質作業時間2時間、コンプレッサーの待ち時間とか入れたら3時間ぐらいかかってるかもしれないです。削るために力を入れるとバンパーが歪んでしまって狙ったところが削れなくなってしまうんですよね。だから力を入れずに表面滑らせるような感じでずーっと削ってたので、ものすごく時間がかかってしまいました。手っ取り早く作業を済ませようと思ったら、やっぱりパテ使った方が早いのかな。でもパテの効果待ちとパテを研ぐ時間と考えたらあんまり変わんないような気もするし、まあできる限りパテはつけない方向で仕上げたかったんで、今回は削り込みを頑張りました。バンパー研ぎ込み終了。長かった。結局60番のペーパーで形整えて、でその後番手細かくしていって120番まで目消しをやってあります。細かい傷とかも全部120番で拾っておきました。で形なんですけど、こんな感じで、蛍光灯の反射を見てもらえればだいぶいい感じに面が出てるのがわかるかな。最初蛍光灯がね、うねうねうねっていう感じだったのが、割とこうまっすぐな感じでちゃんと反射してますね。まだちょっとね歪み残ってるんですけど、ここまで面が出てればパテはいらないかな。
あとはサフェーサーでどうにかなると思います。あとここ補修入ってた部分、ここねパテとかも入ってなくて、傷を塗っただけだったのかな。ペーパーで削ったらいい感じになったんで、ここはラッキーでしたね。パテ入って変な形になってたらちょっと困るなと思ったんですけど、よかったよかった。あとバンパーの上側、ここもね歪みがあったので削って整えてみました。 FD のバンパー丸っこいからそんなにね歪みわからないんですけど、ちょっと気になるなということで、どうしてもプラスチックのバンパーだからね、歪み出るのは仕方ないんですけど、どうせ直すんだったらしっかりとやってあげようということで、この横から見るとわかるかな、わかんないかな、ちょっとねうねうねっとしてたんですよね。車に組んでしまえばほぼほぼ分かんなかったと思うんですけど、はい、こんな感じになっております。一回バンパー仮合わせしてみます。元の状態が悪くなかったから問題ないとは思うんだけど、一応念のためとりあえず乗っけるだけ乗っけてみました。まだちゃんとネジ止めてないからカパカパなんですけど、こうやって合わせて、いい感じ、ちゃんと上下で隙間合ってるし、テールランプの出面とかも悪くない。反対側こんな感じ、いいっすね。やっぱ元の状態がいいとそんな苦労せずにすんなりと作業が進むね。ああ、今日の作業は楽でいいわ。思いのほかトントン拍子に作業が進むね。たまにはこんな日もあってもいいかもね。そしたら次サフェーサーを入れれるように準備していきます。またペーパーで削っていきます。次は400番のペーパーでさらに、傷を細かくしていきます。普段の板金とかする時も400番までペーパー入れるんですけど、今回はより丁寧にしっかりと400番で鳴らしていきます。バンパーがねプラスチックなんで、粗いペーパーで削るとねこう毛羽立ちみたいなのが出ちゃうんですよね。ガサガサというか、こうなんかこう毛が立つというか、それがねサフェーサー塗ってもこう収まらないというか、なんというか、トヨちゃんのバンパー塗った時なんか多分ガサガサでワイヤーブラシの毛羽立ちがみたいなことを言ってたと思うんで、その画像を多分この辺にインサートで入れるかな、入るかな。そう、こんな感じで毛羽立ちがね出ちゃうんですよね。でそうするとまたサフェーサー研いでもう一回サフェーサーを入れなきゃいけなくなったりとかして、2度手間3度手間になるので、できる限りこの状態で、毛羽立ちを抑えておきます。だからいつも以上にしっかりと400番で、ペーパー当てて研いでいく感じですね。洗剤で洗っていきます。塗らない場所マスキングしていきます。一応ちゃんとここの際はバックテープでやっとこっか。テープを折り返してバックテープ、よいしょ、これで OK。
こうやってテープ貼っとけば、塗った時にここがこうビロビロビロっていう感じで、若干塗料は入るんだけど、こうテープでパッツリ切った段差にならないから、後で研ぐのが楽になります。ダッシュします。そしたら先に密着ロンだけ塗っちゃいます。 PP バンパーだから塗料のつきがねものすごく悪いんですよ。で乾かす時間も必要だから密着ロン塗って、その後サフェーサー作って塗装っていう感じでうまいこと時間を使っていきます。それじゃあサフェーサーを作っていきます。いつも使ってるのとサフェーサー同じなんですけど、作り方がちょっと違う。まずはいつもと同じ取材、クライマックスプラサ風。そして硬化剤がいつも通りのやつじゃなくてこっち、エコマルチハードナーフレックス、こっちを使っていきます。 PP バンパーみたいな柔らかい素材、柔軟性のある素材に対して使う専用のハードナーです。この硬化剤使っておけば塗装が柔らかくなるんで、バンパーの柔らかさに追従して塗装が割れにくくなります。これが100に対して25、そしてシンナーが30。これをすべて混ぜるとこんな感じです。硬さはね、いつも使ってるサフェーサーよりちょっと水っぽいかなっていうぐらい、シンナー多めにしたかなぐらい。ただ塗りはねものすごくこれめんどくさいです。全然乾かないの、硬化しないというか。だからね垂れやすいし、ものすごく塗るの大変です。ちょっと気抜くとすぐタラーンってきちゃうから、ちょっと気をつけて塗らないとダメです。よし OK ってな感じでサフェーサー作ってたらちょうどよく密着ロンも乾いてくれたので、あとはこのまま塗装をしていきます。それではお待たせいたしました。塗装タイム行ってみよう。1回目はいつも通りバラ吹きで様子見で塗っていきます。ほんとこの軟化剤の入ったサフェーサー、軟化剤ではないのか、バンパー用硬化剤って言った方がいいのかな。このタイプのサフェーサー、あんまり乗せすぎると流れたりとか乾きが悪かったりとかほんと失敗するので、ちゃんと乾いたのを確認して2回目塗装していきます。ここからは首にぶら下げたスマホ映像です。カメラ用意しやすい人はちょっと映像を飛ばしてもらった方がいいかもしれないです。できるだけ塗ってるシーンをちゃんと撮りたかったんですけど、カメラアングル良くないですね。一番撮りたいこのガンの場所、もうちょっとアングル右の方に設定すればよかったですね。次なんか塗装するときはもうちょっとアングルうまいことできるように調整しておきます。このバンパー用のサフェーサー、あんまり膜圧持たせすぎるとバンパーの柔軟性に対応できないのか割れてきてしまったりとかするので、極力膜圧つけないように1回目は削って下地が出てる場所だけ、そして2回目はバンパー全体、ペーパーで傷はつけてあるのでその傷を埋めるような感じで塗装をしていきます。セッティングタイムはボディとかを塗るときよりも長くちゃんとツヤが引いてから2回目塗っていくような感じですね。ここで焦ってしまうとほんとこのサフェーサー垂れてしまいます。
塗り上がりはこんな感じです。綺麗になったね。一番へこんでた部分、蛍光灯がいない。蛍光灯、いた。こんな感じ。まだちょっとやっぱ歪みあるね。歪みはあるけど研げば良くなるでしょう。そしてこっち横の方から来て、ずっと上面か。上側もだいぶ歪み抜けたね。綺麗な面が出たんじゃないですか。バックテープで貼ったここの部分、見切りのラインはこんな感じです。パッツリ切れてないから、この状態だったら研げば簡単になじませることができますね。リアバンパー完成。やっぱ社外品と違って純正、かなり後ろ回りがすっきりしますね。シャープになったというか、スタイリッシュになったというか、ぼってり感がなくなった。色がサフェーサーで全部統一されてるから、これはこれでかっこよく感じるな。グレーのマット仕上げ。まだちょっと車高が高い気はするけど、このまま車高を落とせばかなり見た目かっこよくなんじゃないかな。でもディフューザーないからちょっと下回りがスカスカなのが良くないな。やっぱり純正ってよくできてるね。FD のこの滑らかなボディの曲線に合うようにちゃんと設計されてるんだ。はい、ということで本日は FD のリアバンパーの修理の動画でした。中古バンパーだったけど程度が良かったんで、直すのもそんな苦労せずで綺麗に直すことができたんで良かったです。リアバンパーは中古品だったから届くの早かったんですけど、サイドステップとあとフロントバンパーは社外の新品に交換します。で納期がねちょっと長くて届くのに時間かかりそうなんですよ。だから FD の外装仕上がるのはもうちょっと先になりそうな感じかな。見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いいたします。そう、この間の動画登録せずに見てる人何%いるんですよって書いたら、登録してくれた人いっぱいいてね、ありがとうございます。それでもまだ登録してくれてない方、このパーセンテージいらっしゃいますんで、ぜひ登録よろしくお願いします。登録してもらえると新着動画の通知がいくので、車が完成したのを見逃すことがなくなると思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイ。訂正、エンディング撮ってたらフロントバンパー届きました。タイミングバッチリじゃん。次回はフロントバンパーの動画だね。お、あるね、ちゃんとあるね。よし。